ルアーニュース TV をご覧の皆さん、おはようございます。おはようございます。レジャークラフトの広瀬マンと川上です。今回はショアジギングを楽しみにやってまいりました。で、こういう足場のいい堤防から気軽にショアジギングっていうのはもうトライできますんで、いろんな魚が狙えますんで、ジグ1本でね、いろんな魚釣ってみたいなと思います。何が釣れますかね。まあね、ショアジギング何が釣れるかわからないっていうのも魅力の一つですので、ジグパラでね、いろんな魚釣ってみたいなと思いますので、ぜひご覧になってください。まずはジグパラの 40g からスタートですね。で、今はもうほとんど週動いてないんで40でも全然そこが取れますけれども、水深とかね、潮の速さに合わせて重さもいろいろと変わってきます。来た鉄さんヒット。よし、朝一番ヒットしました。ジグじゃなくてシーラですね。でもね、ジグでもトップでも狙えますよね、シーラは。ですね。竿は何ですか？これね、クロスライドのライトショアジギングですね。LSJ。そうですね。XRS。962の LSJ。最もベーシックなやつですね。ジグだったら40g、50g。そうですね。プラグだったら30から40ぐらいですかね。そうですね。ジグでもプラグでも。いろんなルアーで釣っちゃいましょう。やりましょう。今ね、シーラが釣れましたね。ジグは基本的にはボトムに落としてやりますけれども、来たー。こうやってね、表層、バレた。表層、シーラ。表層。着水と同時に表層付近をね、こうやって引いてくるとシーラも当たりますね。来た。さあ、魚は何でしょうか。ショアジギングでおなじみのあの魚じゃないですかね。いつものあれですね、多分。違う、サバだ。よいしょ。中層でガツンとヒットしたのが、サバでした。でね、やっぱりサバとかね、ハマチ、いわゆる青物ですよね。そういったやつはやっぱりジグでよく釣れますね。これもね、棚が大事です。ボトムから表層までね、どこの棚にいるかわからないので、いろんな棚を探ってみましょう。で、割とね、サバはね、ゆっくりめのジャークで食ってくることが多いので、リアフックつけといた方がいいですね。
まずはサバからスタートです。お、来た。サバだ。ボトムから立ち上げてちょっとアクションさせたところで食いましたね。ボトムから中層にかけてサバが回遊してるんでしょうね。なかなか引くじゃないか。あ、違う、ホウボウだ。ホウボウ。お、食った。ホウボウはうまい魚ですね。ほら、これ鳴いてる。さあ、こっちは何でしょうか。あ、シイラ。シイラがバレました。サバかと思いましたけれども、ホウボウでしたね。でボトムからねちょっと立ち上げたところだったんですけれども、ホウボウもね結構、中層までチェイスしてきます。でね、青物からね根魚でこういった、ホウボウとかね、ヒラメ、マゴチ、そういったものまでいろんなものが狙えるのがショアジギングです。何が釣れるかわからないっていうのもショアジギングの魅力ですね。ジグパラの 40gでね、今ね水深が20メーターぐらいなのでちょうどこれぐらいが使いやすいですね。スカイロードの962の LSJ ライトショアジギングモデルでジグパラの 30g、40g がちょうど使いやすいです。いろんな魚を釣っちゃいます。シイラおらんようになってもうたな。いっぱい釣れるんかとなあ、またやってくるやろうけど。あ、追っかけてきた。あ、そうほら、食った。違う、くそ、なんだこいつ。ちょっと待ってシイラが追っかけてきました。あ、いた。食うよ。あ、見切った。1回目で終わりやな。あそこ。まだプラグは見てない。今の着水で気がついてるはずや。そう食ったのにな、一瞬。お、なんか引っかかってる。そうかな全く引かない。そうか、ゴミか。引き出した。きっと餌や。やっぱり大きな餌です。ショアジギングにはねもうつきものの餌ですけれども、大きな餌ですね。でこれね今釣れたのがジグパラのセミロング、ちょっと長いタイプですね。で、通常はこの上の針アシストがついてます。でアシストがついた状態で販売してますけれども、こういったね、今はこれたまたまエソですけれども、
ヒラメとかマゴチとか、あと根魚で、あと砲で食ってくる魚ですね、サバとかソウダガツオとか、そういったものを狙う場合はこのリアフックですね。リアフックをつけてやるとフッキング率が上がります。で青物だけを狙うっていうんであれば、セミロングもともとね、青物にすごく反応のいいこうスライドするようなアクションが特徴なんですけれども、青物だけっていうんであれば、上のアシストフックだけで構いません。で特にね根がかりの多いような場所であればアシストを外してやる方が、市販でね売っている状態のものの方がいいですし、やっぱりリアがない方が動きもいいです。ただでもねフッキング率のことを考えるとリアをねつけてやってくれると、こうやってねリアフックの方にもフッキングしますんで、状況に合わせて、リアを追加してやってください。エソでした。お、なんか来た来た来た。さあ何でしょうかね。この魚が何かわからないっていうのも正直の楽しみの一つですよね。さあ何でしょうか。ぐりぐり頭振ってますけどね。うわー、でっかいフグや。よいしょ。グーグー言うシリーズ第2弾。あれ、グーグー言わない。これもね完全にリアの方食ってきてますね。やっぱりね、魚はフグでしたけれども、ポールで当たってくるのはやっぱりこうやってリアによく食ってきます。状況に応じてリアフックもつけましょう。油やボイルがあった場合は基本的には直撃せずに、進行方向もしくは向こう側に投げて横切らすような感じで、割としっかりめにジグを見せてやった方がいいです。意外とこう早く巻いちゃう人もいるんですけれども、今出てますね。あそこ出てる向こう側に投げる。でこれを横切らせる感じ。すげえなこれ。何これ。今これ背びれ見えたん。マグロちゃいますかあれ。今背びれマグロみたいな背びれしてたで。シイラやったらもっと跳ねるやろな。マグロというか横輪やね。今一瞬すごかったのにな。あれで食わへんかったね。完全にルアーを見切ってるな。あれは来るかと思ったけどね。
お、来た。シイラや。シイラでした。川上さんとシイラですね。後ろついてないですか？どう？単独やな。単独行動やな。いないか、シイラ。シイラナブラやったんかな。これは無理。こんなん抜けないわ。いいファイトでしたよ。ドラグがジェーなってシイラどこどこのジャンプ、最高のゲームフィッシュですねこれ。ちょうどナブラがありましたね。ナブラがあって、そのナブラに多分これだったんでしょうね、正体が。夏といえばシイラ。いいサイズ。さあ何でしょうか。ボトムからちょっと跳ね上げたところで食いましたけどね。サバかな、ちょっと走ってるから。お、サバですね。あ、サゴシや。あ、サバかよいしょ。おー、ボトムからねちょっと立ち上げて跳ね上げさせたところでガツンとヒットでしたね。いいサイズのサバです。まあね、夏といえばやっぱりサバは定番のショアジギングのターゲットですね。セミロングの場合ね、ショートピッチの動きよりかはどちらかというとこう飛ばすような感じ、ジグをスライドさせるような感じの動きでやってもらうと当たりが多いです。で、基本的なセッティングとしてはこのねフロントフックは、もう普通の状態でついてます。で後からこのリアフックですね。リアフックも、自分でお好みでつけてやると。特にねサバなんかはリアでかかることが多いので、そのあたりをね、臨機応変につけてください。いいサイズのサバです。出ましたか？こっぽいですね。そっか、サバか。ボトムやから。お、サバじゃないか？サバっぽいですね。うん。エソだ。エソだ。エソ。もうね、バランスを持ってもバレません。リアついてると絶対離れるとバレませんね。これがね、青もやったらね、最高なんですけど、とりあえずレースなんで、さあ曲がってよしよしとするか。はい、クロスライドの LSJ ですね。軽くて1日しゃくるにはもってこいのそうです。夏場はね、日中でも釣れちゃうんで、1日しゃくれるこういう軽い竿じゃないと、こういうのがおすすめですよ。あ、抜かれへんね。
だ。うわ、でっかい。でっかいサワラ。お、逃げました。オッケーだけじゃな。オッケー、ありがとう。いたいたいた。サワラですわ。サワラ。上から見たらサワしかなかった。サワラや。十分サワラやね。これは上がらんわ。ナイスですねこれ。夏の魚サワラ。来ましたよ。クロスライドのライトショア G ですね。で、96には LSJ でジグパラのショートタイプ3度ですね。これの 40g ホール中ですね。沖の方でホールでホールでサワラ、そうですね。ひたくるような感じで、もう完全にガラッとくるやつですね。それで思いっきり戻して合わせてあげると。これ綺麗にホールするからやっぱりホールのあたりも多いですね、スタンダードの方は。でしっかりねフッキングしてるんでいいとこかかってる、いいとこかかるんで、ここにかかってるとバレないですね。針もねこれだけの大きなサイズでも十分な強度もありますんで、ぜひね、ジグパラのスタンダードで大物も狙ってください。はい、おった。あ、シイラだ。さあ。なんで外れちゃうんだろうか。あ、いた、シイラが。いった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 。あ、無視した。見たのにな、一瞬。あ、釣れた。なんだあれ。アジ。お、五目。はい、来ました。次はアジ。尺アジですね。完全にがっつりジグのねフロントフック食ってますね。フロントリア両方あればサバアジね釣れちゃうんで、ぜひねこのジグパラでやってください。これもねしゃくりと途中で完全に食ってきましたね。まあボールじゃなくてしゃくってる間でもアジ来るんで、こうやってね特にフロントフックティンセルがついてるんで、こういうのを狙ってアジは食いついてきます。ジグパラこのノーマルタイプアジも釣れちゃう超おすすめです。ピンチ。おったー、くそ。と思ったら脱でした。あ、シイラや。シイラ追っかけてきた。ほらほら、あ、ほらほら、待て待て待て、ちょっとお待ちなさい。あー、ダメか。あらー、逃げられた。
シイラ跳ねてるわ。シイラちゃんサゴシや。サゴシやからこっちに来たらサワラだな。跳ねとんな。サワラが跳ねとる。お、来た。シイラ後ろついてるな。よっしゃ、食った。おー、ダブルヒット。よいしょ。おい、ダブルヒットです。夏祭り。シイラ祭り開催中です。夏祭り。やったー。バタバタ。シンプルでいきますね、こういうシイラはね。一匹そっちが釣れて、こっちにもお裾分けと夏のお裾分けいただきました。ありがとうございます。ジグパラの 40g。 僕も 40g。 ジグパラ 40g、 青物からシイラから味まで何でも釣れちゃう、いろんなものが狙えるジグパラですけれども、来ましたねシイラ。シイラちょっとね表層を引くと、うん、チェイスがあってガン乗りましたね。そうですね、早く引くだけがジグの釣りじゃないんですよね、こういったゆっくりゆっくりと見せながら引いてこれるっていうのもこのジグパラの、いい点というかね、メリットだと思いますね、ゆっくり引いてもしっかりアクションしてくれるんで、ぜひ表層付近をこうふらふらっと泳がすような感じでシイラも狙っちゃってください、ダブルヒットありますよ。はい、お疲れ様でした。暑かったですね。暑いけど釣果の方もなかなかホットだったんじゃないですか。めちゃくちゃ暑いですね、釣果、まずは、シイラ、サバ、サワラ、ホボでアジ、でかいアジ、表層の釣りからボトムの釣りまで、シイラみたいにね表層で釣れる魚もいれば、ボトムの根魚、ホウボウなんてあれ根魚にね近いものなんで、もうその表層から根魚までいろんな層のものが狙えるっていうのもこのショアジギングの楽しみです。で特にジグパラはね、そのホールさせてよし、スイミングさせてよし、ジャークさせてよしと3拍子揃ってるので、セミロングとスタンダードとね使い分けていろんな使い方してもらえるといろんな魚が狙えます。5目と言わず6目7目ぜひ狙ってください。釣れるものは何でも釣れます。それがジグパラです、はい、それではぜひね皆さんもジグパラでショアジギング楽しんでください、僕たちもショアジギングを愛してます。誰やそれ。